さんこんばんは、みくです。私の YouTube チャンネル登録者が60万人を超えました。いつも見てくださっている皆さん、本当にありがとうございます。その60万人記念として Q&A 動画を皆さんにお届けしていこうと思います。今回は YouTube や Instagram などで私、そして私たち夫婦のことについて質問を募集しました。いただいた質問に対してお答えしていこうと思います。今回は私たちへの質問もありますので、彼に質問を読んでもらって一緒に答えていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは Q&A 動画スタートです。はい、では最初の質問です。はい。次に行きたい海外旅行先はどこですか？フィンランドに行きたくて、今年のね冬に行こうと思って計画立ってるんですけれども、ちょっとねまだ全く決まってないんですけど、遠い未来ではアフリカとかに行きたい。なんでアフリカなの？サファリツアーしたい。本物の野生動物に会いたいです。あとは北欧フィンランドによく行ってるんですけど、デンマークとかにも行きたいなと思ってます。旅行はどのくらい前から計画を立てていますか？結構直近だよね。本当に出発の2週間前とかが一番リアルに多いかなと思うんですけど、何ヶ月も前から計画していった旅行ってあんまりないような気がします。そうね、まずチケットとホテルバッと押さえて、そっからやれることを探していくみたいな。そうここ1週間ぐらいどっか行けそうだなと思って海外旅行先決めて、それでホテルとかを抑えるみたいな感じで、割とバタバタと予約して旅行に行ってる感じです。あとはもう機内の中で観光本読んで頭に入れたりとか。そう結構そういう感じでやってます。何の仕事をしていますか？ YouTube の活動は完全個人でやっているんですか？この質問結構多くて、インスタグラムの質問箱で私が何の仕事してるのかなって不思議に思ってる方多いみたいなんですけど、一応本業としては YouTuber が本業です。でそれで、プラスで、私はピンクヌンクというライフスタイルブランドを持っているので、その商品の開発から販売まで行っています。で最近ではヒンクヌンクでホリデーコレクションとしてキャンドルと、あとはレザーノートブックカバーを発売していて、キャンドルはですね受注期間が終わる前に完売してしまったんですけれども、レザーノートブックカバーはまだ数量ありますので、9月1日の日曜日23時59分まで受け付けてますので、気になる方は概要欄にチェックしてください。なんだっけ、 YouTuber は YouTube の活動は完全個人でやってるんですか？YouTube の活動は本当に個人でやってまして、事務所に入ってるとかはないです。最近では旅 Vlog とかで彼に撮影のお手伝いもしていただいてるんですけれども、私たちで作ってます。勝手ながらミクさんと自分が似ているところが多いと感じていて、今までどのように人生を歩んできたのか、よろしければ教えてほしいです。私は YouTube を始める前は、10年ほど国内線の客室乗務員をしていまして、でそれで、コロナ禍をきっかけにこれから自分のキャリアっていうのを見直して、そこで、YouTuber として活動するようになりました。なので10年ぐらい社会人経験があり、そしてクリエイターとして独立したというような感じです。そこら辺の詳細は私本出してますので、もしよければ幸運は大胆な人が好きという本を読んでみてください。旦那さんのお仕事は何をされているんですか？これすっごい多くて、コメント欄では結構、なんでその長期旅行にそんなに何回も行けるんですかっていうことなんだけど、確かに会社員はもう辞めてて、台湾から日本に戻ってくるタイミングで自分も独立して会社をやってるっていう感じなので、比較的休みは取れるっていう感じですかね。内容についてはいずれ皆さん知ることになるかもしれないし、全てを知ることはないかもしれない。そうですね。はい、私の仕事も手伝ってくれてるっていうのもあります。そうね、旅の時のカメラとブランド関係の、外注先とのやり取りとか、あとはお金ですね。一応会社化してるので、その辺で一応数字のところは手伝うようにしてます。はい、本当にありがとうございます。個々の収入はそれぞれで管理されていますか？2人で生活費として出している部分はありますか？はい、個々で管理していますね。そうだよね。そうね、生活費とかは基本的に折半で、例えば2人で出さないといけないものとかは、一旦俺が払うことが多いかな。
でまあ月末とかに、まあ、これくらい2人で使ってますよってことでずっとLINE のねノート機能のところに何月何日何々にいくら使ったみたいなことをまあメモっといて、まあ、月末にまあそれの半分をまあ請求してもらうみたいな、そういう感じです。なんで先生なんですか？これ俺も知りたいけど私の彼が先生と呼ばれ出してるのは、私たちが台湾に住んでる時に台湾の Vlog の一企画で美味しい水餃子屋さんを紹介するっていう企画をやったんです。でその時に結構彼がなんかこう熱量高めに楽しそうにこう水餃子について語ってたから、水餃子の先生だねみたいな感じで私が動画で言ったのを機に皆さんが水餃子先生って呼び出して、そこから水餃子がいなくなり先生っていう風になったわけなので、別に何かの学校の先生だったりとかそういうわけでは全くなく、まあうちもね彼の呼び方相性みたいなやつ特に決めてないから、皆さんも多分呼びやすいように先生が浸透していったんじゃないかなと思ってます。多分一番浸透してないのは俺やからそうですでもさ、この前さ、台湾に撮影で行った時に、街中でさ、視聴者の人に会ったじゃん、まあ、俺も一緒に喋った時に、先生ですかって言われて思わず俺もはいって言った自分にびっくりして、あ、俺もう自分の中でなんか認めてる部分あるんだなと思ってなんかでもやっぱ正直やっぱ先生って言われるのはやっぱちょっと恥ずかしいよそうだよね、相当恥ずかしいけどまあもう今更変えるあれもなくて、まあ逆にさ自分のさ名前をもじってあだ名つけられるのも嫌じゃん。逆にいいんじゃない？本名がバレにくいし、この質問も恥ずかしいよね。なんで先生なんですかってさ、なんかもういやそんなつもりはないんですって思いながら、まあ、一応先生と呼ばれてるって感じですね。そうでもこれね定期的に説明していかないとものすごい聞かれるから、ちょっとここでね一旦ご説明です。はい。ミクさんのファッションが好きです、参考にさせていただきたいのですが、身長はおいくつですか？身長は164センチです。美味しいものをたくさん取っているようにお見受けしますが、なぜそんなにスリムなんですか？これはなんか体質で、高校時代からあんまり体重変わってないですね。昔からこういう感じの体型しています。あとはなんかたくさん食べてるように見られるかなと思うんですけど、1回の食事量が本当に少なくて、それをずっとなんかこう間食みたいな感じで一日中食べてるっていうのが多いですね。ね、私なんか小鳥みたいに食べるよね。そう食べる量も、極端に少ないわけじゃないんだけど、とにかくゆっくり食べる、咀嚼の回数が多分俺の10倍ぐらいあってそうずっともぐ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 してる。そうまあそれは消化にいいのかなと思うけど、なんか多分喉が細いからちっちゃくせんと入らないっていうのがあって、昔からその噛む癖っていうのがついてて、それは結構体型維持に割とこう必要な要素だったりするらしい。それが自然にそういう体質的になってるっていうだけですね。ミクさんの一群ジュエリーアクセサリーを紹介していただきたいです。一群ジュエリーは、常につけてるもの変わらないんですけど、結婚指輪とあとハワイで買ったハワイアンジュエリーナホクっていうもの、あと右手が人差し指につけてるのが割と最近購入したカルティエのトリニティ。これはね私たち家族の中でこう記念的な感じで買ったものです。で右手の薬指だっけ、のこれはティファニーのロックシリーズのもので、これは50万人記念の時に彼がなんか突然くれました。ありがとうございます。突然サプライズプレゼントくれるよね、たまに。でも最初は、ダイヤのついてないやつを買いに行ったんですけどなんかダイヤかわいい急に予算が倍になったっていうそう、ありがとうございます。あと腕についてるのは、これニューヨークで買ったティファニーのこれなんだっけ、ハードウェアの細いブレスレット。あとこのネックレスはこれもティファニーで買ったリターントゥーハートかのやつのちょっと大ぶりのやつですね。なんか結構最近は自分の頑張ったご褒美とかそういうのでこう自分へのご褒美&投資としてジュエリーにお金をかけることが多くなりました。なんか家族系の結婚指輪とかなんか記念のやつはカルティエで買ってて、そうだね、なんか個人的なものとかはなんか割とティファニーに行くっていうなんか流れが最近できてるかな。そうだね、なんかそうなってますね。はい、お気に入りです全部。2冊目の書籍の出版は考えていますか？ 2冊目の書籍の出版は特に予定はないんですけど、いつかねこの今まで旅してきた旅本みたいなものを出したらいいなと思って、頑張ろうとしています。お二人の MBTI を教えてください。私たちは2人とも INTP です。
前やったよね。やったね。 IN それが何なのかは全然覚えてないけど。 INTP は論理学者で、優れた論理的思考力を持って人を分析し、常に新しいことをし続けるポジティブな一面がある。その反面、対人スキルが弱かったり集団行動が苦手といったコミュニケーションについて不得意な部分があるっていうので、私たち INTP 同士は共感力がないんだって。人の感情に寄り添える力がない。そんなことないけどね。だからさ、なんかたまにさ、ラジオのさ、質問コーナーでさ、皆さんのこの感情の部分に寄り添えてたかなって毎回終わってから反省することある。ああ、そうね。分からない時ない。たまに頭で理解しようとする。なんか前提が分かんない時があるから、想像しながら回答しないといけないから、回答し終わって動画見終わったら前提違ったかなとか、なんかそういうことは考えたりするけど。そうだからちょっと今後もね、そこら辺注意しながらラジオやっていかないとなと思ってます。はい、子供の頃に好きだった絵本、小説はありますか？子供の頃に好きだった絵本は魔女図鑑です。知ってる？魔女図鑑。知らない。なんか魔女になるための方法が書いてある絵本があるんだけど、それが大好きでしたね。小説はあんまり読んでなかったかも。なんかそういうファンタジーみたいな架空のものの絵本が好きでした。人生の大事な選択軸は何ですか？将来を考えると就職、キャリア結構難しすぎます。軸か。でもあんまり割とその時に自分が一番やりたいとか、自分の心のままに割と選択することが多いかもしれないです。あんまりその結婚とか就職とかいろんなことを考えて選択を選ぶことはないかもしれない。難しいねこれ。軸？私どういう風に選択してたっけ？まあなんか人生ってさ、点と線で言うとさ、なんかすごい線をさ、考えるじゃん、将来のこととか、こうなってこうなってこうなってみたいな、こういう感じね。そう、でも意外と一喜一憂する力って大事で、なんかその場で楽しめないと結局その先楽しめるんですかっていう、なんか楽しむ予定をさ作ったところでその時楽しくなかったら意味ないやん、だけどなんか点をちゃんと喜ぼうっていうスタンスでいいんじゃないですか。素晴らしい私もそれが言いたかったです。でも本当そうだと思う。はい。ミクさんは叶える力が強いと感じます。叶えることに必要なことは何ですか？本気。でも私はもうそういう自分の気持ちの強さで叶えようとしますね。だから 100% 自分がやりたいと思うことじゃないと叶えられなくて、なんか 70% ぐらいで無理かもなみたいな感じのなんかこうぼわっとした感じだったら行動にしない。絶対やったるぞ、私はもう最後までやるぞっていうぐらいもうガーって燃えない限り進まないので、そういう意味で本気っていうところが私の叶える力につながってるのかもしれない。頑固ってことですね。頑固にやるってことです。本当そう。私本当に頑固なんですよ。そういう意味ではもう本当に人の言うこと聞かないし曲げないし、自分の気持ちだけで最後まで行くので、自分のやりたいことは叶えられてるっていうような感じです。それがいいのか悪いのかはちょっと分かりません。嫌いなものや絶対にしないものを逆に知りたいです。嫌いなものはメールの返信。絶対にしないことは思ってもないのにそれいいねとか言うことは絶対しないなんかある？絶対やらないこと。絶対にしないもの。でもなんかもう30年も生きてるとさ、なんかだんだんもうそもそもなんかやらないっていう判断する前になんか避けてる。わかる。多分そうだね。嫌なこと結構避けてるわ。もうだからもう、しないっていう判断すらもう目の前には来ないようにしてる。確かに。めんどくさいからそれは確かに、それは私もある。絶対にしないものあった。何？バンジージャンプ、スカイダイビングも。嘘？絶対無理。嘘。私はそれどっかでしたい。バンジージャンプどっかでしたい。エゴサはしますか？ネガティブなメッセージを見たときどう心の処理をしてますか？エゴサはしてないですね。もう今はなんか YouTube 始めて最初の1年ぐらいの時はなんか興味本位でしたこともあったんですけど、それでプラスになったことが1ミリもないのと、あとやっぱり毎週動画を更新しなきゃいけないのに、そういうネガティブなものを見てしまうと自分の気持ちがブレるんですよ。そしたらこう毎週動画を更新するっていうタスクを達成できなくなるから、もうそういうのを見ないようにしようっていう風にしました。特にね YouTube とかってさ、私以外にもたくさん YouTuber もいるし、私がいなくなっても回る世界だと思うんですよ。だからもうこれは私の自己満でやってるチャンネルっていう一面もあるなと思って、私が快適に動画を作れるように自分のことは自分で守ろうと思ってエゴサとかしなくなりました。だからもうネガティブなメッセージがもう自分の中にあんまり入ってこないので、それで一喜一憂することはあんまりなくなったかなと思う。本当ですか？強かったんじゃないの？本当そうじゃない？見てる？なんか私がそれで落ち込んでるけ。
いやもう最近は一切見ない。そういうのはさっきの避けてるみたいな感じかな。もう自動的にね。そう、自動的にその自分の目の前に持ってこないようにしてます。先生の声が大好きです。ちょっとイケボで今イケボにしたよね。はい、どうぞ。それで街中でもしこの声に出会ったら声をかけていいですか？どうする？どれでバレたら相当びっくりするわ、すごいね。でも声って結構わかるっていうね。声かけられて大丈夫？いやちょっとやめた方がいいかも。びっくりして、心臓飛び出ちゃうかもしれない、そうかもしれない。いやまあやめてほしいかなだそうです。じゃあそっと見守っておいてください。でもなんかさ、はい、一緒に歩いてる時とかに、もう明らかになんか、あなたが顔刺されてる瞬間とかを目の当たりにしたりするんやけど、なんか結構みんなねやっぱ俺と一緒にいる時は結構スルーしてくれてる感じがする。そうそうし、なんか彼のこと見ないように頑張ってくれてる気する。目の端では見てるけど皆さんすごいいい人だよね、なんかうまいことやってくれてる感じはするんで、だから引き続きそういう感じでよろしくお願いします。私は全然大丈夫です。ぜひぜひ見かけたら声かけてください。はい、お二人はムーミンが好きですよね。ムーミン好きはお二人とも出会う前からもともと好きだったのか、それとも付き合い始めてお互いに好きになったのでしょうか？あんまり覚えてないけど、私はなんかムーミン全巻を子供の頃に読んだことがあります。何回か。でもその時に難しい本だなと思ってた。で彼と付き合いだして、彼がムーミンいいよって私に言ってきて、そこでムーミン何回か借りたことがあって、でもう一回読み返してみて、大人になったらそこでムーミンの良さを知るようになった。でそれの流れでムーミンの日めくりカレンダーを買って、ムーミンの名言を毎日毎日見ていくうちに、ムーミンって哲学的だなみたいな、ムーミンって人生みたいだなって思うようになって、私はそこからムーミンが好きになった。結構彼の影響かな。でも俺はねムーミンの本読み出したのは就活中やね。なんか就活ってさ、なんか面接前とかめっちゃ暇やん。とにかく待ち時間とかなんか移動とか暇で、でその時になんか面接前とかに本屋さん行ってムーミンの本とりあえず一冊買って。なんでムーミンの本にしたの？いやなんでやったかな。当時なんか周年かわかんないけど、なんかねトーベ・ヤンソンのね没後とか、なんかねなんかのタイミングがあったのきっと。でそれで手に取ったのが始まりで、一冊読んだら結構面白くて、次の面接行く時にもう一冊買ってみたいな感じで就活中はずっと読んだ不思議な人そうで、私たちはムーミンが好きなんだけど、これも彼からの影響なんだけど、その最近のキャラクターっぽいムーミンはあんまり好きじゃなくて、本の中みたいな原画より俺はもう完全に原画好きで、原画好きだよね。しかも原画の一番初期のやつだよね。まだムーミンがトロールになってないお化けのひょろってしてる時代のところが好きで、原稿はちょっと可愛すぎるというか、そうなんかもっとねおどろおどろしい感じの時のムーミンがすごく好きで、なんかもともとなんか人形劇みたいなのやってたり、もっと言うとなんていうの、マスコットが劇してたりする時代があるんだけど、なんかその辺の感じの、ストーリーとビジュアルが好きっていう感じ。そうだよね。だからムーミンワールド行った時感動してすごい楽しかったです。そうね、はい。やりたいことが多すぎて自分が何をするのが正解か、何からやっていくべきなのか分かりません。そのやりたいことが多すぎてのその何個かあるうちのやつはどれぐらい本気度があるのかなって今思ったのと、やりたいことの先に正解を求めるともう何も動けなくなっちゃうなって今パッと聞いて思ったんですけど、これは私の経験なんですけど、私が本当にやりたいなって思った時ってその先に正解が待ってるのかとか関係なくもう動いてたんですよね。なんか YouTube やろうと思ったらすぐ Amazon でデジカメ買ったし、そういう感じでもう行動してたと思うんですよ。行動できずにどうしようと思ってるうちは、そのやりたいことっていうのがそこまでやりたいことじゃないのかもっていう一面もあるじゃないかなって思っちゃった今。なんか0か100かで物事考えなくていいかなと思ってて、やりたいことを100成功に持っていかなければいけないなんてそんなことはないから、そのやりたいことがたくさんあるなら全部つまんでちょっとずつちょっとずつやっていけばもういいんですよ。もうすでに。でそれでちょっとずつやってって、これは50くらいしか伸びなかったけどこれは80伸びた、じゃあこの80伸びたやつを100にしようかなっていう風につなげていけばいいだけだから、そのやりたいことっていうのはもう全部明日からにでも何かしら手を出せるはずだと私は思います。難しいね。とりあえず何でもいいからなんかやらないと、それは思ってないのと一緒っていうか、よく言うのは 1+1 は何ですかって言って、2って思ってるけど2って言わなかったら、あなたは2って分かってないですよねっていうのと一緒で本当っていうのと、
そのあなたの視聴者の人うんとあなたが話した時に、うんなんで若い時にその近場の旅行じゃなくてあ遠いところから攻めるのかみたいなことを、うんなんか持論を持ってる人がいたでしょ。それはリンドズのイベントでお話しした夫婦の方なんだけど、私たちもミクさんの動画見て旅しようと思うんですよこれからって。で最初にヨーロッパの方行こうと思っててって言って、年取ったらどんどん足が重くなって遠くに行くのが億劫になる、だからもう今から一番遠いとこに行って億劫になったらもう国内にしていこうと思うんだよねって言われて、本当にそれは本当にそうと思って。そう結局十何時間のフライトとかも、うん20代だったらエコノミーで行けるわけ、うんでも多分4、50代60代とかなってしまったら、多分体力がめちゃめちゃ削られるはずで、それだったら若い時に遠いところから行って最後近場に行こうみたいな、そういうなんか体力的な側面も人生にはつきまとうから、やりたいこといっぱいあるんだったら体力が必要なものからやっていくとか、そうだね、やりたくてもできなくなることも考えて、早くからやった方がいいこともあるんじゃないですかっていうことですかね。はいそうです。たくさん旅行に行ってお金を気にせず欲しいものをたくさん買って、傍から見たら成功者で幸せそうな人生に思えますしかし裏では様々な葛藤もあるでしょう、そんなミクさんにとって本当の幸せとは何ですか難しい、壮大、前振りからの壮大な質問。難しい。でもなんか裏では葛藤もあるでしょうって書いてくださってるから、私がその生活の一部しか見せてないっていうのも理解されてる上でね、聞いていただけてるかなと思うんですが、正直言うと本当の幸せっていうのは私は分かりません。っていうか本当の幸せってあるのかなって思ってます。なんか幸せっていうのは私はこういう選択をしたら幸せとか、こういう道に行ったら幸せみたいな感じに決まってるものではなくて、なんかシャボン玉みたいにこうふわっと浮いてきてパッて消えるものが幸せだと思ってるんですね。なので私にとって幸せっていうのは言葉にしにくい。その時その時で幸せは変わるから、彼とご飯食べてる時美味しいなって思う瞬間が幸せだったりとか、旅行に行って買い物してる時に幸せって感じる。でそうやって感じたものはすぐパッて消えてってしまう。それが私にとって幸せですそうじゃない？なんか幸せって何って、てか幸せを追い求める人生って何なんだろうって私はそもそも思っちゃうんだけど、どう思う？日々別に幸せになりたいと思って生きてることはない。そうだから本当の幸せって言われてもわからない。これ思うのは本当の幸せなんてないでしょ？その本当ってなんかさ、その自分は今幸せだけどでも本当の幸せは別にあるっていう考え方がもう幸せになれないと思うね、もう幸せと思ったらそれが幸せない、でも本当の、言葉遊びになっちゃう。そう本当のってこういうところがね MBTI が良くないっていうね。でもこれもその通りじゃない。傍から見たから成功者で幸せそうな人生に思えます。しかし裏では様々な葛藤もあるでしょう、本当そういうことですよ、結局混沌なんでバランスなんで、そう幸せな時は葛藤もあるし、辛くて泣いてる時だってあります。ただ辛くて泣いてるところをビデオにしても何も面白くないから楽しいってやってる方を切り取ってエンターテインメントとしてお届けしてるだけで、私も人並みに辛いこともあるし、楽しいなって思うこともある。でそれでいて本当の幸せっていうのは私は分からない。ただ今目の前にあるポッと湧いた幸せを噛みしめるだけです。私は今大学3年生で絶賛就活中です。自己分析をしていたのですが本当にやりたいことが分からなくなってしまいました。ミクさんの動画などの影響で何か自分も頑張りたいってここ数ヶ月ずっと思っているのですが、明確な夢や叶えたいことが分からないためやる気が起きないのが現状です。そんな私に何でもいいので人生の先輩としてお二人からアドバイスや言葉をいただきたいです。じゃあまずあなたからどうぞ。33歳になっても自分のことをよく分かりません。私も自己分析はもうずっと続けていくものだし、そんなにね簡単にやりたいことなんて見つけられないのが普通だから、そんな自分に悲観的にならなくて大丈夫です。みんなそうだから。でもその上でじゃあ諦める、じゃあしょうがないねって言って諦めるんじゃなくて、やっぱりそれでも何かを探したいと思って模索していくのが人生なんじゃないかなって思います。就職したとしてもまた全然違うことやりたくなったりとか、人生って何があるか分からないから、今この場で自分はこういう風になるって決めなくたっていいんですよ。だから頑張れ頑張ってくださいあなたは？俺も就活の時分かんなかったよ。なんならエントリーシート出して面接進んでいって、もう最終面接でなんか話しながら俺本当にこれやりたいんかなって思いながら
受けてたよ、正直ね、うん、でもやっぱそこはうまくやることっていうのも結構世の中大事で、正直今最初の就職から10年経って思うけど、新卒っていいところに行けるのが一番いいのかもしれないけど、なんか自分が希望してないところに行ったとしてもその後の人生においてあんま関係ない。学生の時に見える社会ってすごくちゃんと歯車が噛み合って回ってるように見えるけど、実際見たらよくこれでこの会社回ってんなみたいなことだってどこどこに就職できなかったから自分はダメなんだってことは、もう絶対に思う必要がない、絶対に這い上がれるし、その周りと比べてダメだって思っても、意外と上から崩れていくっていう、いうことは一つ言いたいのと、あともう一個言いたいのは、やりたいことがなくても何かを言わないかんのよ。そういう場ではね。そう、もう俺だってやりたくなかったよ。そんな一生懸命頑張りたいですって口では言ってたけど、思ってもないし、でもそれを本気っぽく伝えるっていうのは技術であり、その武装することなんよ、だからそのリクルートスーツ着たらわ俺就活生や、ちょっとこの役やってみるかっていう、コスプレみたいな感覚で人生を演じる的なね。そうそう。でそういうタイミングなんで、面白いなと思ってやることしか僕はできなかったです。大丈夫。私も CA で骨うずめるって思って意気込んでたらいつの間にかやめて YouTuber になってるから、何通りでも生き方ってあるんだなって思いますよ。私は気楽にねやった方がいいと思う。すごい真面目なんだと思う。そうだね。もっと適当でいいよ。コスプレだと思ってやっちゃいましょう。頑張れ。頑張ってください。じゃあ最後、はい、YouTuber という職業を振り返ってみて60万人のフォロワーに伝えたいことは？まずは本当にいつも見てくれてありがとうございますっていうことを本当伝えたいかなって思うんですけど、皆さんが見てくれていて今の私があります。最近はやっぱりこういう風にラジオをやったりとかお話しする機会が多くなって、コメントでも皆さんの人生だったりとか人となりっていうのを知ることができて、より皆さんを近くに感じて、それで動画とかコンテンツを作っていけているかなと思っています。私の動画を見ていろんなところに行ってくれたりとか、いろんな決断をしてくれたりとか、そういうお話を聞くたびに私もこれからも動画作り頑張っていこうって思います。これまで4年間いろんなことありましたし、私のチャンネルもいろんな変化を遂げてきましたけど、長く見てくれている皆さん、そして最近から見始めてくれた皆さん、ありがとうございます。ここから私は夢は大きく100万人を目指して細々と頑張っていきたいと思いますので、今後ともミクチャンネルをよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、そんな感じで、今回の60万人記念 Q&A コーナーは終了です。また次の動画でお会いしましょう。ミクでした。